ゆっくり、レ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、物語の中核をなす、乾き、そして雨戸。二人が、血者なのでは、という考察をしていきます。血縁者。それでは、理由を話します。まずは、現在最新の、ボルト55話にて、一式戦に向かった、ナルトラ一行の行方を待つ、雨戸。彼が、不可解な、謎の動きをしていたシーンを、覚えているだろうか。雨戸は味方ではなくて、敵と通信してるように見えたシーンだろ？いえ、その意見についてはしっかり反論できるわ。まずは続きを見ていくよ。ナルトたちの無事が報告されるや否や、すぐに乾きの無事を確認する雨戸。一式に、またカーマを付与されるのを、危惧してるからじゃないのか？もちろん、それも大きな理由だと思うわ。でも、それだけにしては、すごい動揺してるのよ。雨戸は以前、乾きへ、俺は冷静に、最善の手を打っているだけだ。落ち着けよガキが。と。俺は常に冷静で合理的だ。何事にも動じないぜ。なんて、ドヤ顔で言ってたにもかかわらず。この焦り具合。ただの偶然なのか。またこのシーン。もし雨戸が、敵と、仮に通信していたのだとしたら、冷静で、合理的に、物事を考えられる雨戸なら、片付けの声かけに気づかないほど、周りの声が、聞こえなくなることがあるだろうか。もし、コードと連絡を取っていたのだとしたら、一式の死や、ナルトや、乾きたちの無事を、知ってるはずなので、先ほどのシーンには繋がらなくなる。また、乾きの無事を知った際の、この安心の仕方。この感じ。ただ一式が死んだことに対する喜び方。というより、乾きが無事だったことに対する、親心のような、安心の仕方に見えるんですよね。ブツブツ言っていたのも、親心から来る、心配のように私は見えます。雨戸が、この葉の里へ亡命するとき、鹿大君を人質に、交渉していたのを、覚えているでしょうか？鹿丸が激怒したとき、息子のこととなると、お前もただの父親か。と雨戸は煽りました。ブーメラン発言だったというのはあり得るかなと思います。雨戸の何気ない行動。実は乾きを何度も救っているということをご存知でしょうか。飛行船の墜落により、乾きを殻から逃がし、この葉へ保護させ、乾きをカーマから解放し、乾きの安全を第一とし、乾きを安全な場所へ避難させた。もちろん、大筒木のこともあるので、ストーリー上必然の流れではありますが、結果的に乾きを救うことに繋がっています。もちろんこれは全て、雨戸の行動によるものです。かつてイタチの行動が、結果的に全てサスケのためのものだったように、この後進んでいくと予想します。この動画はここで終わりですが、実はまだこの説について、面白い続きがあります。
違う視点から次、考察的なのする予定です。血縁者のお話もします。ご視聴ありがとうございました。